皆さんこんにちは。生き物に恋し、生き物を愛し、生き物に愛されたい、そんな生き物系番組、飼育員のチャミです。本日はですね、まだまだ暑さは残ってますが、夏本番も終わり、これから食欲も一層増す秋を迎えます。そこで夏まで農業用水が目いっぱい流れていた用水路の水が抜けたので、水が抜けたことにより、いろんな生物たちがこの水路に取り残されていると思うので、本日は少年の頃に戻り、生物をたくさん捕獲していきたいと思う。では参る。さて、生物たちは今年もいますかな。まずは水路の上から状況を見ていきたいと思います。ここの水路ってもうかれこれ30年前から楽しませてくれる水路なんですよね。船はもちろんのこと、鯉やナマズにエビやザリなど様々な生物が暮らしているこの水路。ここ数年前からですかね、めっきり姿を見せてくれなくなった船や鯉なんて、昔は網一すくいで網目いっぱいに小舟が取れたんですよ。僕が中学生の頃なんて生物を探しつつ、水路の脇に群生している雑草の中にあるジャンルの過激な本やビデオなんて捨てられていて、それはもう生物捕獲なんてそっちのけになってしまった時も少々あった若かりし頃、よくその物資を秘密基地に持って帰ったもんです。そんなどうでもよい話はさておき、全くと言っていいほど生物がいないっす。ジャンボタニシすらいないってどういうこと？せっかくウェイダーも持ってきたのにな。生物が一匹も見当たらないなんてな。ある意味怖いですよね。とりあえず用水路の最深部まで見に行くことにしましょう。最深部まで来ましたが、いやー、タニシすらいないっす。ここ数年前から、都市伝説界隈でも耳にしますが、空からなんかやってんな、これ。あまりこのプラットフォーム上では、この件に関して詳しいことを話してしまうと、お国のお上にやられるかもしれないので、この詳しい話ははしょりたいと思います。この用水路での捕獲結果ですが、なんと全く生物がいなかったですね。毎年ここには訪れるのですが、ザリガニとかかなりの量がいるんですが、今年はもう一匹たりともいなかったです。これは異常事態と言っていいでしょう。ということで非常に残念、そして視聴者さん皆さんにもかなり残念な結果となってしまったので、今回はまた別の穴場スポットへ急遽移動をかけたいと思うので、もうしばしお待ちください。では次のスポットへ行くとしますか。しかし暑いですね。てなことでイレギュラーが発生してしまったので、急遽他の用水路スポットへやってまいりました。まさかのここのスポットでもいなかったりして、なんて少々不安なちょっくら探索しに行きましょう。この下がちょこっとした用水路なんで、生物よ来てくれたまえ。では行きましょいやー、ここの穴場スポットでも生物がいなかったら間違いなくやってんな、こりゃ。闇の組織が。お、早速いましたね、ザリが。ひとまず安心しました。大概水路系だと一発目に覗き込んで生物がいる場合は、この先にも生物が暮らしているんだなぁと確信と安心して散策できますよね。お、絶対この暗闇には生物がいるやつですね。とりあえずガサルとしますか。お、なんかいますよ。小ザリゲットですね。
間もなく、暗くなってくるので、急ぎ足で水路の調査をしていきたいと思います。いやー、ゲットしました。やっちまった。足が泥まみれになっちゃいました。生物捕獲に夢中になってしまうとすぐ落ちちゃうんですよね、僕。とりあえず陸橋の下まで行きたいと思います。往復してきました。まだまだザリはいたのですが、今日は程よくこれぐらいにしておきます。外来種のザリだけに乱獲しても良いのですが、外来種ゆえども、週末にはお子さん連れの家族が網を持って生物たちと触れ合い、観察したりして遊びに来ているので、賛否あるかとは思いますが、あえて乱獲はしません。なんとかアメリカザリガニ、マッカチンは捕らえることができなかったのですが、10匹ちょい、取れたので、今回は良しとします。やはり僕の実感だと、年々水路で暮らす生物たちが、ものすごく減っている気がしてなりません。最初に言った水路なんて、数年前までは、軽く水路、網を持って入っていくと、少なく見積もって50匹は絶対ザリガニは取れてたんですよね。ただ、今年2024年、なんだか、先ほど言ったところ1匹もいなかったんですよね。死骸すらなかったんです。なんかこれはやはり都市伝説的な何かが起こっているんですかね。害虫駆除剤、そういったものが僕らの目に見えないところでもしかすると降り注がれているかもしれませんね。最近なんか変な咳なんかも出ちゃったりしてるんですよね。だからもしかしたら空からわけのわからない、農薬的な害虫駆除的な薬剤をひょっとしたら撒かれてるのかもしれませんね。そう感じざるを得ないぐらい生物がすごい激減してますね。かといって言っているその水路にそういった外来生物の駆除なんか、入っていることは見たこともないんで、これは何かがあるかもしれません。でも外来生物がめっきりいなくなることは良いことなのかもしれませんが、昔、少年の頃から馴染みのあるアメリカザリガニであったり、ミシシッピアカミミガメ、通称緑ガメなんかが、姿を消していくのを見ていくと、何か寂しい気持ちにも、なります。外来種が減ることは良いことなのかもしれませんが、ぼちぼち紐をくれてきたので、行きつけのペットショップさんにでも、顔を出しまして帰宅したいと思います。それと今晩のご飯の用意もこれからしていくのですが、どんな料理が出るのかぜひ皆様楽しみに待っていてください。ではひとまず一旦失礼いたします。ということで、家に帰宅しましたので、早速0円食材を使って調理していきたいと思います。まずは、僕は臭みはあまり気にしないので、軽く、泥抜きをしていきます。今現在、このように、泥抜きをしている最中であります。
の子はお腹に赤ちゃんを抱えていますね。では、泥抜きが終わったので、これから水洗いをしていきたいと思います。今結構糞をしてますね。貴重な、この子はメスなんで、この子は食べるのやめます。はい。水で洗っていきます。よーく洗ってと。ザリガニの栄養素って、カルシウムが 47% で、基沈質、いわゆるタンパク質の一種が 34% を取れるみたいですって。そろそろ水で洗い終わるので、次の工程に進むとしますか。次の工程はですね、料理酒や日本酒などを入れると良いみたいなんですが、料理酒と日本酒が切らしてるみたいなので、愛用できるお酒がないかな。ちょっと今探してきます。では、今回はおしゃれに赤ワインでこの子たちを締めることにします。こんな感じでちょっと時間を置きます。ちゃんと浸かるまで脱出しないように網をセット。続いて下処理に、だいぶこの子たちお酒が、ワインなんでアルコール度が高いので、だいぶ弱ってきちゃいました。続いて下処理、この子たちの腸を抜いていきたいと思う。腸の抜き方はですね、この背びれの真ん中のこの部分ですね。この部分を、これで腸が取れました。はい、全員、腸を抜き終わりました。今回はですね、寄生虫もやっぱ怖いので、まず塩茹でを10分ぐらいしてからですね、まず塩茹でしていきたいと思います。そしたら間もなくお湯も沸けてきたので、お湯にお塩を入れたいと思います。これぐらい入れればいいでしょう。で、ぐつぐつ沸騰してきましたので、かわいそうではありますが、ここから茹でていきたいと思います。なんせ寄生虫が一番怖いんでね、こんなの生で多分食べたら、確か生で食べたら相当やばい病気になるみたいなことが書かれてましたね。では、ぐつぐつと、10分ぐらい煮込んでいこうと思う。茹で終わりましたので、この熱々の油にて揚げていきたいと思います。はい。これぐらい揚げればいいでしょう。はい。完成しました。では、いただきたいと思います。この世の生物に感謝を込めまして、いただきます。では、乾杯。すごい思ってたより香ばしくて、味はもうかっぱえびせんの味ですね。で、大きめなサイズのマッカチンとか、結構硬いみたいなので、子供から中ぐらいサイズの、ザリガニ、素揚げだと、これ何にも、塩とかも何も振ってないんですけどね、結構塩味もあって、中に味噌も入ってるんで、塩を振らなくてもとても美味しいです。もうお酒とよく合いますよ、これ。塩茹でのみで食べても良いんですが、茹でただけだと、やはり殻が硬いこともあって、結局殻を剥いて、身と味噌しか食べれないみたいなんですよね。で、せっかくいただいた命ともあるので、僕的には、すべての部位に感謝して油で揚げて
いただいている次第でございます。いや、ほんと塩振らなくても美味しいですわ。塩茹でをしてるから、少々塩味があるんですね。ほんと、ビールのお供、焼酎のお供、ワインのお供に、皆様ぜひ、ザリガニの唐揚げはいかがですか？ただほんと、完全に火を通してくださいね。生で食べると本当に危険な寄生虫がいるみたいなので、半生とかでもやめた方がいいです。一応、調理は完全に火を通しまして、いただくことを絶対してください。やめられない、止まらない、なんちゃらってやつですよ、これ。で一応、玄米も、ザリガニをおつまみにして食べていこうと思う。完食しました。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったですよ。現在の日本って輸入食ばかりに頼って日本の食料自給率ってどうやら 10% を切っているとかいないとか、災害などで、海外の輸入が途絶えたことを、想像しただけでも怖いですよね。なので僕の食料備蓄としては、缶詰など、揃えるのも良いんですが、缶詰などではなく、我が家では家庭菜園を始めてみたり、このように、タンパク源のザリガニを備蓄することを決めております。何せ、何年か前から騒がれている外来種駆除、確かに日本の生態系を壊してしまうのは良くないんですが、駆除。ただ殺してしまうだけ。それだと生き物もかわいそうですよね。ですので、今回こういった形でできる限り僕は、外来生物を、捕獲して、で、捕獲した上、駆除もできて、その大切な命を美味しくいただく。そして、鑑賞もできて、まさに一石二鳥、いや三鳥なのかもしれませんね。今後も外来生物、その辺の川や池にいる生き物を、駆除される前に、僕が捕まえて食べてあげて供養していこうかなとは思っております。ということで、こういった話を長々としたいところではありますが、ぼちぼちお開きの時間がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。皆さん、本日は最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。美味しかった。